ハローヒーローウォーズということでですね、今回の動画はダンジョン掘りの動画となっております。で、最初にちょっとお断りをしなきゃいけないんですけど、ちょっと自分がですね、エレメント土は手動で、火、水が自動でやってます。で、すべて自動で掘れませんので、ちょっとそこはご了承いただきたいなと思います。全自動でできてるような風に思われてるかもしれないんですけど、で、いろんな方のですね、チタン掘り動画をちょっと勉強のため、見させてもらったんですけど、なんかエレメントの時にですね、アラジを使ってる方がいたんですけど、自分はちょっとソラリスでやっております。はい。その人の動画が2、3年ぐらい前の動画だったんで、ちょっとね、その時はソラリス実装されてなかったんで、仕方ないのかなっていうふうには思いますけどね。でですね、自分が勝手にですね、このダンジョン掘りの、レベルをちょっと勝手に作っちゃったんですけど、レベル、なんていうんですかね。なんかこれ作ってて、車の自動運転みたいだなって思ったんですけど、レベル1がですね、毎日150掘れるかな、みたいな。で、レベル2がですね、水タイタンが倒れなくなるってことですね。自動でできて、勝手に回復していくみたいな感じですね。で、レベル3が、エレメントが相手でもですね、回復できるってことですね。エレメントはどうしてもなんかスーパータイタンが2体とかいうのが多くなっちゃうので、で、ひどい時とかね、ほんとスーパータイタン3体の時とかあるとね、全然回復できなかったりしますからね。そういう状況でも回復できるっていう感じですね。で、こっからがですね、4号なんですけど、一応その土、水、火のタイタン、相手のレベルがですね、25万、パワーですね。これは。間違ってるな。いいか。うん。で、レベル、パワーが25万ホニャララになった天井なので、そこまでいけたら、4号かなって思いますね。で、自分のレベルは、半分指導で無限掘りですね。で、そのすごい動画を見るとですね、このすべて自動で無限掘りできてる人とかいるんですけど、あれはもう本当火のタイタンもなんかほとんどカンストに近いぐらい育っててたりするので、それはちょっと自分には厳しいですね。ちょっと昔と今じゃ全然環境が違いますからね。とりあえず自分はですね、このレベル4なので、レベル4ぐらいの半分指導で無限掘りしてるやつのダンジョン掘り紹介っていう感じですね。でですね、なぜダンジョン掘りを優先するべきなのかみたいな感じなんですけど、自分はそのヒーローの育成を結構後回しにしてて、タイタンを先に育成しちゃってるんですよ。というのもですね、ゴールドが手に入るっていうのと、ギルド戦でタイタン強い方が、橋とかの関係もあったりするので、タイタンを育ててたんですよね。なので、未だにヒーローも、まだ未だに50万超えてる編成とかないですからね。でですね、ダンジョンで掘ると、タイタンスキンストーンがもらえて、で、それが余ってくると、そのショップになるんですけど、で、ゴールドやポーションもそこで買えて、で、タイタンの強化が加速できますと。で、最終的にはですね、その力の輝きも売ってるんですけど、そういうのを買ってって、ヒーローの強化と、パワートーナメントで使っていった方がいいのかなと思いますね。で、ダンジョンで掘ったらポーションもらえるので、さらにタイタンのレベル上げですね。できるってことになってますね。で、ここがメインじゃないな。ギルドでですね、7500個みんなで掘ればですね、1日15個召喚の玉がもらえますので、それに貢献できるようにですね、ダンジョン掘りしていった方がいいのかなと思います。で、メインなんですが、ゴールドをもらってですね、ヒーローの育成ですね、スキル上げでしたり、装備の作成などですね。どうしてもね、装備の作成とかもね、結構いい値段しますからね。あと、スキル上げですよね。あれも結構ね、かかりますからね。ほんと、ゴールドなくて躊躇しちゃうっていうのはね、もったいないと思いますね。で、VIP ポイントショップでですね、スキンストーンが買えますので、いや、あれもちょっと VIP ポイントがね、必要になるんで、ちょっとね、完全無課金の人とかなりちょっと辛いかなっていうふうには思いますね。で、タワーコインとかヒドラコインのところで、ゴールドもらえるんですけど、そういうところに回さずにですね、別のことに使えるっていうことですね。で、これが一番でかいのかなって思うんですけど、普通のショップで、ドリアンのスキンストーンが買える、75万ですよね。で、経験値ポーションも買えるっていうのはかなりでかいですね。
で、ゴールドで買えるソウルストーンっていうのが今のところドリアンしかないので、それが一番でかいかなって思いますね。でですね、で、そのまま、その余ったドリアンのスキンストーンで、ショップで買えるんですけど、で、スキンストーンショップでしか売ってないものが実はありまして、皆さん知ってるかもしれないですけど、オレンジ3とかで必要になるのかな。その全てを開く鍵のレシピ、悪の天才胸当てのレシピ、バルキューレの歌のレシピ、この3つがですね、ここのソウルストーンショップでしか買えないので、なんかすごいね、必要になってきますね。という感じですね。で、ソウルストーンショップなんですけど、紫の装備、指輪とか、ジャイアントスレイヤーでしたっけ？ああいうのも時々買えるので、なんかすごいお得だなとは思いますね。で、続きましてなんですけど、この自分の育成状況ですね。ちょっと表にしたんですけど、で、どうしてもですね、なんか、タイタンの育成の状況をですね、その切って貼ってっていうのをやってたんですけど、なんか、スマホで見てる人がいるよなーって考えると、なんかすごい見づらくなっちゃうし、分かりづらいかなと思ったので、ちょっと時間かかったんですけど、表にしました。で、こんな感じですね、自分の育成状況は。で、皆さんご存知かもしれないですけど、その、タイタンのこの土、水、火、それぞれの総合パワーによって、出現率が変わってくるんですけど、で、土を一番強くすると、水がたくさん出てくるんですね。一応100回潜ってですね、どんなもんなのかなっていう風なのをですね、ちょっと集計したんですけど、ちょっとこの集計のところがね、小さかったのがちょっと申し訳ないなって感じなんですけど、水が32回、で、土が21回、で、混合ですね、エレメントが40回、で、火が自分の場合7回でしたね。すごい戦いやすい状況なのかなって思いますね。で、自分の場合がですね、火がやたら弱いんですけど、モルクなんかも本当ね、レベルが低いんですけど、なんかそれの影響もあって、多分なんかこの火とかがすごい弱いんですよね。なんか出てくるのが。徐々には強くなってるんですけど、それでもなんか、ちょっとずつしか変わんないので、っていう感じですね。なので、火に関しては、花地だけ育てるっていう感じですね。で、ちょっと順番が前後しちゃうんですけど、土はですね、このアンガスとアバロンを優先して育てるのがですね、いいと思います。で、必須でですね、すべて乾燥できればヒュフェリオンも一撃なのかなと。で、アバロンはですね、土唯一のヒーラーですので、とりあえずその第一アーティファクト回復ですね。だけでもちょっと乾燥させた方がいいと思います。で、水ですね。水がですね、シグルドとヒュペリオンですね。で、これを、第一アーティファクトだけでもですね、とりあえず星6のカンストするべきですね。あと、ノバなんですけど、あいつはなんか育成しなくても、優先順位は低いかなって感じですね。と、マイリですね。なんか、怒り方っていうんですか？なんかタイタンなんですけど、あれがなんか自分めっちゃ弱いんですけど、なぜか攻撃されなくて全然倒れないんですよね。不思議なことにですね。火ですね。はい。で、さっき言ったようにこのアラジだけ、育てとけば十分だと思います。イグニスとかもね、なんか見る動画によっては育ててるんですけど、サワさんとかも育ててたんですけど、自分はいいんじゃないかなって思いますね。で、アラジももちろんね、でも結局ですね、こんだけ出現率低いので、結局どこかで回復できるんですよ。なかなかこれもね、なかなか珍しいっていうか、こう続いちゃうと厳しい時もありますけどね。大体こうやってコンが来たりしますからね。で、アラジ一体でどうしても厳しいなって時は、モルク、バルカン、イグニス立てて、なんとか切り抜けていくって感じですね。弱くてもね、縦にはなってくれますからね。ちょっとひどいけどね。で、あと光ですね。で、自分今回のリゲルのイベントで、ちょっと頑張って育てて、10万ぐらいはなんとか言ったんですけど、全然なんか使えなかったですね。タイタンの順番が、シグルド、リゲル、アンガスっていう順番なんですけど、で、もしかするとそのアンガスにダメージがいかないで、リゲルが頑張ってくれるのかなって思ったんですけど、大してそうでもなかったですね。なんか全然回復が追いつかない感じがしました。やっぱソラリスがなんか一番回復するし、攻撃力高いしでいいのかなって思いますね。ソラリスもね、本当はこの第一アーティファクト6にしたいんですけどね、本当なんか手に入りづらいので、
自分はこのままですね。なんかもうちょっとね、手に入るイベントがあったら嬉しいんですけど、ここからはですね、その土をまず見て、土の戦闘シーンですね、を2パターンですね、見ていきたいと思います。ヒュペリオンの場合がですね、アンガスの一撃じゃ倒せなくてですね、エデンの一撃がどうしてもなんか必要となっております。はい。で、次が水ですね。水は見るまでもないですけど。で、次が火ですね。で、結構パワー差があるんですけど、アラジンのですね、エネルギーがたくさん溜まってますので、こうやって、蹂躙できるってところですね。すいません。お伝えしてなかったんですけど、ヒュペリオンとアラジンに関しては、売ってある原始スキンですね、を購入してます。で、次がエレメントですね。で、ここで土のタイタンのエネルギーを完全回復させるっていう算段になってます。で、とりあえず今回の、自分の解説はこれで終わりですね。これからはですね、おまけというか、チタン掘りを実際にやってる動画をですね、になりますので、解説だけ聞ければいいよみたいな人は、一旦ここでバックしてもらって、ブラウザバックですかしてもらって大丈夫です。外出も綺麗なものを準備してますので、というわけでですね、でですね、ちょっとコメント返しの方はですね、ちょっと今回の動画ではちょっと控えさせてもらいます。次の新イベントの時にですね、ちょっとさせてもらいたいと思います。すいません。というわけで、チタン掘りやっていきます。